はいどうも、アンバージャックでございます。本日はですね、またヒューロン湖に鮭釣りに来ておりますね。で、今回はですね、ちょっとこう2種類の釣り方でね、後方サーモンを狙ってみようかなと思います。まず1種類はですね、前回同様、胴付きですね。で、使う餌は鮭の卵ですね、イクラです。それを赤く染め上げたシュケインっていうものを使いますね。で、一方でですね、やっぱりルアーでも釣ってみたいなっていう気持ちがありますので、今回はですね、ルアーフィッシングもちゃんとやってみようと思います。で、僕は一番好きなスプーンがですね、やっぱりダイワのチヌークというものがございまして、チヌークはですね、本当に個人的にはすごく完成されたスプーンだなと思うんですけれども、こう泳ぎますし、よく飛びますし、あと浮き上がりも抑えられてますし、浮き上がりが抑えられるっていうことはこう狙ったレンジをねやっぱり引けるっていうことなんで、すごくねいいルアーなんですけれども、やっぱりそれ以外にもですねたくさんいいルアーがあると思いますので、ちょっと今日はですねいろんなルアー試してみたいなと思っております。ということでちょっとやってみましょう。で、最初に使っていくスプーンはですねこちらですね。これはタックルハウスのですねトゥインクル S というスプーンですね。重さがですね確か 18g ぐらいだったと思いますね。ちょっと大きめのスプーンなんですけれども、朝なんでねちょっとフォルムが大きい方が、魚にもね見つけてもらいやすいかなと思うんで、これ使っていきます。後方サーモンはですね割と日が出てからの方が釣れるっていうのと、あとはですね今ちょっと水が濁ってまして、ちょっとこの濁りがね落ち着かないとなかなかバイトは少ないんじゃないのかなと思ってるんですけれども、そこら辺をねこのジャパニーズルアーでなんとか攻略できればなと思ってますね。で、ミシガン州はですね釣りのレギュレーションが厳しくてですね、このヒューロン湖のこの時期の釣りは出せる竿はですね1人3本までっていうふうに決まってますね。なのでたくさん釣り竿を持ってきてるんですけれども、でも基本的に釣りをする竿はですねこの2本の置き竿と、この1本のルアーロッドだけですね。この時期の後方サーモンはですねもう前走に渡って泳いでおりますので、ちょっとどこでね釣れるかわからないんで、最初はですねこうセオリー通り表層から狙っていくんですけれども、十分ねボトムとかでも釣れる可能性があります。で、今ですね後方サーモンがこの岸際に接岸している理由としてはですねやっぱ捕食のためですね。水温がですねだんだん暖かくなってきて、でベイトとかもですね結構浮ついてきて、この防波堤際にですね寄ってくるんですけれども、そういうものを後方サーモンがですね追って近づいてきてます。なんでサーモンがですね餌を食う気満々なんで、結構ルアーに対しての反応がものすごいいいんですね。そういうのもですねこの時期の釣りが非常に面白い理由ですね。去年なんてのはですね釣れた後方サーモンががっつりミノを食べてたんですけど、そのミノのサイズがね後方サーモンが40センチとかそれぐらいに対して餌のサイズがね7センチとか8センチとか結構でかかったんで、割とね大きめのスプーンとかにも食ってきますから、今ですねミシガンの東側ですねで釣りをしています。このヒューロン湖の特徴としてはですね、この防波堤の場合は西風が吹くとですね、陸からの風になるんですけれども、結構ですね濁りなどがそういうものをこうバーッとなんていうんですかねこうカナダ側に追いやりますので、そうするとですねこの、防波堤近辺のですね水が非常にこうクリアになるんですね。だからサーモンにはですね非常にこう条件としていいですね。割と早い段階で多分今日なんていうのは釣れると思いますね。ちょっとまだね置き竿の準備をしてないんで、とりあえず置き竿の準備を先にしちゃいますね。いい感じに西風が吹いてますね。これは非常に期待が持てますね今日は。仕掛けとしては本当に非常にシンプルですね。これ道糸がですねナイロンの12ポンドなんですけれども、そこにこのフロロのですね12ポンドを結んでます。こんな感じで。で、枝針は2本ですね。それぞれですねこういう風にこう絡み防止でね、ちょっと僕はパイプをつけてるんですけれども、で今日のベイトはねシュケインっていって鮭のイクラを使っていきます。なんで、これらの針はですねエッグループノットっていう結び方で結んでます。こうやってねこう押すとこうやって輪っかがねできるような結び方になってまして、でこの輪っかにですねイクラとかそういうものを挟んだりしますね。こうやってちょっと針層を緩めると、このちょうど針のこう缶の部分にですねこういう輪っかができます。でここに
何か餌とかを挟んで、でギュッて締めて投げるようにします。もうめったなことでは取れないですね。はい、こちらがですね餌になりますね。今日使っていくのはこれキングサーモンの卵ですね。僕が去年釣ったやつをですね醤油漬けにするのを我慢してですね鮭の餌にしたっていう、涙なしには語れない餌でございます。でこうやって輪っかにねはめてギュッて閉じます。これで基本的にも OK ですね。はい、こんな感じですね。で重りはですねこれ1オンスですね、28g を使ってます。よし、ということで、投げの仕掛けが完成しましたので、ちょっとこいつをねぶっ込んでいきたいと思います。鈴もですねつけて、はい、これで完璧でございますね。私このぶっ込み釣りが大好きでございましてね。お、いきなり当たりましたね。これ当たってますね。食ってるんじゃないのかなこれ、ひょっとして。お、来ましたね。いきなり来ましたよ。でおお、いきなり来ましたね。いいですね。幸先がいいスタートでございますねこれ。この時期の広報サーモンもすごくファイトするんでね面白いんですよ。すごいですね。そんなにサイズ大きくないんですけど、やっぱり広報はファイトがすごいですね。ハリスがですね10ポンド、いわゆる 2.55 ですね。そんなに細くはないんですけど、一応念のためにねやっぱりちょっと慎重にやった方がいいかなと思いますね。よいしょ、はい、入りました。いやーよく引きましたね。広報サーモンですね。非常に綺麗な魚体ですね。さあ待ってる間はねルアー釣りでございますね。同じくねこのトゥインクル S を投げ込んでいきましょう。この広報サーモン釣りはですねただ単に投げるだけじゃなくて視覚とか聴覚をねフルに使った方が釣果に結びつくと思いますね。例えば鳥が飛んでるところとかね、これ多分ベイトかなんかがいて飛んでるんじゃないのかなって思うんで、その辺りを狙ってみるですとか、あとは広報サーモンは非常に潮目っていうんですかね、この水の変わり目に敏感なんで、潮目が見えたりしたらねその牙を投げてみるとか、あとパシャってねたまに捕食のためにジャンプしたりもするんで、そういう音をですね確実に聞き逃さずに、音のした方向にねキャストしてみるとか、もし羽が見えたらねもうそこに投げれば多分食ってくるんですけれども、そういう面白みもありますねこの釣りには。ちょっと先ほどからですね表層を狙ってるんですけれども、あんまり反応が良くないんでね、ここ水深はですねだいたい4メートルぐらいなんですけれども、ちょっともう少しそこの方狙ってみようかなと思いますね。来ましたね。来ましたよ。おお、トゥインクル S でございますね。これボトムできましたね、やっぱり。よいしょ、よいしょ、はい、トゥインクル S ですね。
Oh, you got it. Go ahead, that's your fish. Oh, really? Thank you.来たよ。やっぱり最後はチヌークですね。Thank you. はい、ということでですね、今回はホウボウサマが3匹ですね。2匹がスプーンで釣れて1匹がシュケインで釣れましたね。ちょっとですね、こう状況がね良かったんで、水も澄んでて、で水温も結構冷たくてですね、もうちょっと釣れるかなと思ったんですけれども、まあお魚はね気まぐれでございますので、本日は3匹という超過でございましたね。今回ね初めて、タックルハウスのトゥインクル S を使ってですね、結構いい超過がやられましたので、またねやっぱりチヌークでもね釣ることができたんですけれども、今回ねやっぱりこの方法釣りの特徴だなって思う釣れ方で釣れましてね。っていうのはこう一回ね近くでバイトがあって、で、その近くにねもう一度投げてみたらもう一回バイトしてくるっていうね、そんなヒットの仕方でね釣れましたね。ということでですね、このミシガンのサーモン釣りにね少しでも皆さんもご興味を持っていただければと思いますね。はい、ということで今回もいい釣りになりました。また次の動画でお会いいたしましょう。